誰とも金は自分の赴くところ、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、もって万世のために大計を開かんと欲す。人はここに国体を保持し得て、重要なる汝市民の適正に信じ、常に汝市民と共にあり。この動画は正午に公開された。今からちょうど81年前、昭和20年8月15日のこの時刻、日本中のラジオからこの声が流れていた。誰もが一度は聞いたことのある声である。だが、今何と言っているか分かっただろうか。おそらく分からなかったはずだ。そして実は81年前にこの放送を聞いた日本人の多くもよく分からなかった。放送はわずか4分半。しかも漢文訓読体という難解な文体で読まれている。この4分半で読まれた証書はわずか800字余り。そしてこの証書には幸福という言葉が一度も出てこない。敗戦も終戦も出てこない。それでいてこの放送は19年後に東京オリンピックを開く国の復興の出発点となった。ではこの声は一体何を語っているのか。この動画では実際の音源を少しずつ流しては止める。画面に原文と現代語訳を並べて映しながら一文ずつその言葉の裏にあった日本の姿を解説していく。そしてこれから流れた音そのものにも物語がある。玉雲放送の録音原版は戦後宮内庁が保管したまま70年間一度も公開されることがなかった。その間テレビや式典で流れてきたあの声はすべて複製版から作られた音だったのである。2015年戦後70年の夏、宮内庁はついに開かずの原版を初公開した。そして初めて分かったことがある。本物の声はより高くテンポも速かった。日本人が70年間聞いてきた玉雲放送は実際とは少し違う声だったのだ。この動画で流すのはその15年された原版の音。聞き取りやすいようにノイズだけを軽く抑えてある。つまりあなたは今当時の雑音混じりのラジオよりも戦後70年のテレビよりも昭和天皇の実際の声に近い音を聞くことになる。それでは一文ずつ辿っていこう。新深く世界の体制と帝国の現状とに鑑み、以上の措置をもって自局を収集せんと欲し、ここに終了なる汝市民に次ぐ。注目してほしいのは継ぐという結びの一語だ。天皇が国民に直接語りかけている。今の感覚では当たり前に聞こえるかもしれない。だが当時の日本でこれはとんでもないことだった。この日まで日本国民は天皇の声を一度も聞いたことがなかったのである。天皇は荒人神、人の姿をした神であり、その肉声は放送することさえ恐れ多いとされていた。詔書は常に文書で発せられ、読み上げるのは臣下の役目。学校で教育直後を読み上げたのも天皇ではなく校長だった。昭和3年の官兵式では放送用のマイクが偶然天皇の声を拾ってしまったことがある。宮中はこれを恐れ多いとして以後固く封じた。それほどまでに遠ざけられてきた神の声が今ラジオから日本中に流れているのである。そしてもう一つ、非常の措置という言葉。これにも具体的な中身がある。帝国憲法の下では天皇は自分で政治の決断を下さない。決めるのは臣下であり、天皇はそれを裁可するだけ。それが明治以来守られてきた不分律だった。だが昭和20年8月10日、日付が変わった直後の御前会議で、ポツダム宣言を受け入れるか、戦い続けるか、閣僚と軍首脳の意見は3対3に割れたまま動かなくなる。この時首相の鈴木貫太郎は禁じ手を使った。陛下ご自身のご聖断を仰ぎたいと、天皇が自らの言葉で降伏を決める。これが
非常の措置の中身である。つまりこの書き出しの一文は、物を言わぬはずの神が自ら決断し、自ら国民に語りかけた、その宣言なのだ。秦は帝国政府をして、米英四蘇四国に対し、その共同宣言を受諾する旨、通告せしめたり。この一文が事実上の降伏宣言である。共同宣言とはポツダム宣言のこと。日本に無条件降伏を求めた連合国の最後通告である。それを受け入れると告げている。だが気づいただろうか。降伏という言葉は使われていない。宣言を受諾する旨を通告させた。それだけである。この証書は最後まで降伏とも敗ステンとも言わないのだ。そしてこの一文にはもう一つ見逃せない言葉がある。四国である。ポツダム宣言を出したのは米英中華民国の3カ国だった。ソ連は日ソ中立条約を結んでいたため加わっていない。だからこそ日本はそのソ連に和平の仲介を頼むという最後の望みにすがっていたのである。そのソ連が8月8日、突如日本に宣戦を布告。同時にポツダム宣言への参加を表明した。3カ国が4カ国になった。頼みの綱が敵に回ったのである。四国というたった2文字に放送のわずか1週間前の衝撃が刻まれている。実は日本はこのポツダム宣言を一度突き放している。宣言の発表は7月26日。その2日のとの記者会見で首相の鈴木貫太郎はこう述べた。政府として重大な価値があるとは認めない。ただ黙殺する。と本心は返事の保留だったとされる。だが黙殺という言葉は拒否と訳されて世界に流れた。その9日の地に広島、そしてソ連参戦、長崎が続くことになる。最後に通告せしめたりという結びを見てほしい。すでに通告させたという完了形である。実際、政府は放送の5日前、8月10日の時点で中立国のスイスとスウェーデンを通じ、受諾を連合国へ伝えていた。だが国民には知らされなかった。新聞はその後も徹底抗戦の見出しを掲げ続けていた。つまり国民はいつか前に決まっていた戦争の結末をこの放送で初めて知らされたのである。そもそも帝国市民の公寧を図り、万邦共栄の楽しみを共にするは、構想の違反にして、秦の権限を語るところ、先に米英二国に宣戦せるゆえんもまた、実に帝国の自尊と東亜の安定とを主義するにで、他国の主権を排し、平等を犯すがごときは、もとより金が志にあらず。ここから少々は、あの戦争が何のためだったのかを語り始める。いわば、開戦の弁明である。実はこの言葉には、下敷きがある。4年前の開戦の詔書である。昭和16年12月8日、日本が真珠湾を攻撃したその日、天皇の名で開戦の詔書が発せられた。そこには、こう書かれている。帝国は今や自存自衛のため立ち上がるほかない。そして党は永遠の平和を確立する。と、今聞いた終戦の詔書はどうだったか。帝国の自尊と東亜の安定を願ってのことだった。と述べている。自存自衛は自尊に、東亜、永遠の平和は東亜の安定に。開戦の時の言葉がほとんどそのまま繰り返されているのである。さらに驚くべき一致がある。開戦の詔書は戦争を始めるにあたってこう述べていた。兄陳が志ならんや。この戦いは決して私の望みではないという意味である。そして今聞いた終戦の詔書。元より陳が志にあらず、元より私の志ではなかった。始まりの詔書と終わりの詔書が同じ志にあらずという言葉で対になっているのだ。
3年8ヶ月の戦争は、詔書の上では同じ言葉で始まり、同じ言葉で閉じられたのである。もう一つ気づいてほしい数字がある。宣戦せる2国。宣戦布告した相手はアメリカとイギリスの2カ国だけなのである。日本はこの時中国と8年も戦っていた。だが中国には最後まで宣戦布告をしていない。宣戦布告をすればアメリカの中立法が発動し、頼みの石油やくず鉄が輸入できなくなるからである。8年に及ぶ大陸での戦いは、法の上では戦争ではなくシナ事変のままだったのだ。ではその戦争はどうなったのか。詔書は続けてその戦いの結果を語り始める。しかるに、公戦戦記載をけみし、金が一回将兵の優先、金が百両有志の冷静、金が一億収書の方向、おのおの最善を尽くせるに変わらず、戦局必ずしも好転せず、世界の体制また我にであらず。将兵は勇敢に戦い、役人は務め、国民は最善を尽くした。それでも、戦局は必ずしも好転せず、これが、詔書が敗北を認めた一文である。負けた、とは言っていない。必ずしも好転していない、と言っているのである。実はこの言い回しには、生々しい経緯が残っている。元々の原案は、こう書かれていた。戦局日にあらずにして、戦況は日に日に悪化している、と。放送前日の閣議で、陸軍大臣の穴見惟親が、これに猛反対した。これでは、今までの大本営発表が嘘だったことになる。今も戦い続けている将兵に負けたとは言えない、と、海軍大臣の米内光政は真っ向から言い返した。事実、負けたではないか。閣議は激突し、最後は米内が折れた。こうして生まれたのが、戦局必ずしも好転せず、という言葉である。国立公文書館に残る詔書の原本には、紙の表面を薄く削って、この部分を書き直した跡が今も残っている。そしてこの言葉を勝ち取った穴見は、放送を聞くことなく、15日の未明に自決した。もう一つ、1億収書という言葉。当時の日本本土の人口は約7200万人である。1億とは、朝鮮、台湾、樺太、南洋を含めた帝国全体の数字。すすめ1億火の玉だのあの1億が詔書にも使われているのである。しかのみならず、敵は新たに残虐なる爆弾を使用してしけれに向こうを殺傷し、残骸の及ぶところ、真にかかるべからざるに至る。残虐なる爆弾。広島と長崎に落とされた原子爆弾のことである。放送のわずか9日前に広島、6日前に長崎。4分半の詔書の中で名指しされた兵器はこれただ一つである。だが当時の国民はまだその正体を知らされていなかった。新聞は新型爆弾としか報じていなかったのである。この放送が昭和天皇が国民に向けて原爆に触れた最初の言葉になった。そして言葉の選び方を見てほしい。婿を殺傷し、婿とは罪のない人々のこと。兵士ではなく罪なき人々が殺されていると詔書は言ったのである。そしてこの爆弾が次の一文につながっていく。かもなお抗戦を継続せんか、ついに我が民族の滅亡を将来するのみならず、聞いて人類の文明をも可逆すべし。核の軍馬、金何をもってか、屋上の石種を欲し、高層の神殿車線や、これ、金が帝国政府をして、共同宣言に大勢進めるに至れるゆえんなり。このまま戦争を続ければ、民族は滅亡する。だが、詔書はそこで止まらない。ひいて、人類の文明をも破却すべし。
日本人だけではない。人類の文明そのものが破壊される。と言ったのである。原爆が世界で初めて使われてからまだ9日。その9日目にこの証書は核兵器が人類の文明を滅ぼし得るという時代の本質を言い当てていた。そして奥長の石子という言葉。国民は天皇にとって数えきれないほどの我が子であるという意味である。このまませたかえばどうやって我が子を守り、どうやって歴代天皇の御霊に詫びるのか。これがポツダム宣言を受け入れた理由である。と証書は結論する。つまりこの証書の論理では降伏は敗北ではない。国民を守り、人類の文明を守るための決断なのである。中和帝国とともに中止東亜の解放に協力せる諸名法に対し願の要表せざるを得ず、帝国市民にして先人に死し、宿域に順次、悲鳴に倒れたる者及びその貴族に思いをいたせば、来ないために咲く。まず証書はタイやビルマなど共に戦った同盟国への遺憾の意を述べる。そしてこの証書で最も感情のこもった一文が続く。五代ために咲く。五代とは五臓のこと。内臓が引き裂かれるという意味である。漢文の格式で貫かれてきた証書がここで初めて痛みを叫ぶのだ。そして誰のために内臓が裂けるのかよく聞いてほしい。先人に死し、戦場で死んだ軍人たち、職域に順次、工場などで死んだ学徒や徴用の人々、悲鳴に倒れたる者、空襲や原爆で非業の死を遂げた市民たち、そしてその遺族、軍人だけではないのである。働いて死んだ者、焼かれて死んだ者、残された家族まで、この戦争のすべての犠牲者を証書は数えている。その数、軍人軍属が約230万人、民間人が約80万人、合わせて約310万人。この放送の時、そのほとんどの遺族がラジオの前にいた。この一節を読む天皇の声は調子が変わっていたと言われる。かつ戦勝を追い災禍を被り、家業を失いたる者、後世に至りては勤労深く勤念するところなり、もうに今後帝国の置くべき苦難はもとより尋常にあらず、汝市民の中将も尽力これを知る。死んだ者たちの次に、証書は生き残った者たちに目を向ける。傷を負った者、家を焼かれた者、仕事を失った者、空襲などで家を失った罹災者は約970万人。国民のおよそ1割が家を失っていた。新年という言葉は天使が心を痛めるという特別な言葉である。そして証書はこれから先のことを隠さずに告げる。今後日本が受ける苦難は尋常ではないと。敗戦の先に待つ占領と飢えと混乱、それが並のものでないことを証書は正直に予告したのである。その上でこう言った。汝臣民の中将も珍欲これを知る。国民の偽らざる心の内も私はよくわかっていると。そしてこの一文を受けて誰もが知る一節が来る。誰とも金は自分の赴くところ、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、もって万世のために大計を開かんと欲す。冒頭で聞いてもらった一節である。日本人なら誰もが知る。耐え難きを耐え、忍び難きを忍び。だな、この言葉の主語を考えたことがあるだろうか。多くの人はこう思っている。国民に向かってこれからの苦しみを我慢せよと命じた言葉だと。違うのである。直前の文を思い出してほしい。これから日本が受ける苦難は尋常ではない。国民の無念も私はよくわかっている。そう述べた上で証書はこう続く。しかれども陳派
しかし私は、耐え難きを耐え、忍び難きを忍ぶ。主語は天皇自身なのだ。国民に我慢を命じた言葉ではなく、自分が耐えるという天皇の決意の言葉だったのである。そして、万世のために太平を開かんと欲す。この一節には出典がある。900年近く前の北宋の儒学者、張王居の言葉。万世のために太平を開く。学者たちが人生の理想として掲げてきたこの言葉を、詔書に書き入れたのは、陽明学者の安岡正弘だったとされる。永遠の未来の平和のために、今の屈辱を引き受ける。4分半の放送で最も有名なこの一節は、そういう文脈で語られていたのである。人はここに国体を保持し得て重要なる汝市民の適正に信じ、常に汝市民と共にあり、もしそれ上納撃するところ、乱れに時短を刺激し、あるいは同胞廃棄、互いに自玉を乱り、ために大道を誤り、真理を世界に失うがごときは、真最もこれを戒しむ。ここで詔書は、はっきりと、あることを警告している。感情に任せて、争いを起こすな。同胞同士で、排斥し合うな。幸福を受け入れられない者たちの暴発を見越した、戒めの一文である。そして、この警告は、急ではなかった。この一文が放送される、まさに前夜、その暴発が、現実に起きていたのである。8月14日、午後11時25分、宮内省の2階で、昭和天皇はマイクの前に立ち、詔書を読み上げた。今流れている、この録音である。1回目を読み終えた天皇は、自ら申し出たという。声が低かったようだ。もう一度、と、録音は2回行われた。その数時間後の8月15日午前1時過ぎ、この録音版を奪うため、陸軍の将校たちが決起する。畑中健二少佐らは、近衛第一師団長の森武史中将を射殺し、師団長の院で偽の命令を作り、近衛兵に皇居を占拠させた。放送さえ止めれば、戦争は続けられる。将校たちは録音版を求めて、宮内省の中を探す回った。だが、見つからなかった。侍従の徳川義弘が、事務室の金庫に書類に紛れさせて隠していたのである。夜明け、東部軍管区司令官の田中静一大将が皇居に乗り込み、判断は鎮圧された。畑中少佐は放送直前の午前11時過ぎ、皇居前で自決している。今あなたが聞いているこの音は、一晩守り抜かれて流れた音なのである。よろしく。挙国一家、子孫、愛たえ。固く信州の不滅を信じ、に重くして道東京を思い、総力を将来の建設に傾け、道義を厚くし、思想を固くし、誓って国体の成果を発揚し、世界の信用に遅れざらんことを期すべし、汝市民に、それ、よく君が要体せよ。そして詔書は最後の言葉に入る。聞いて気づいただろうか。この詔書は戦争をやめよでは終わらないのである。総力を将来の建設に傾けよ。世界の進歩に遅れるな。敗戦を告げた放送がその口で復興を命じている。責任は重く、道は遠い。それでも国を挙げて一つの家族として子孫に伝えていけ、と。そして詔書の最後の一文。汝臣民、それよく賃外を大せよ。国民よ、どうか私の思いを汲み取ってほしい。4分半の放送は戦争の終わりと復興の始まりを同時に告げていたのである。焼け野原からの復興はこの放送のこの結びの言葉から始まった。これで4分半の全文を聞き終えた。ここで改めてこの詔書に一度も出てこない言葉を
数えてみたい。降伏、敗戦、終戦、どれも一度も出てこない。戦争をやめるという直接の言葉すらないのである。あるのは共同宣言を受諾する旨通告させたという一文だけ。そしてソ連参戦への言及もどこにもない。冒頭の四国という一語に痕跡が残るだけである。この800字余りの文章はどうやって生まれたのか。起草が始まったのは8月9日の夜、長崎に原爆が落ちたその日である。内閣書記官長の迫水久常が取りまとめ、漢学者の川田瑞穂が原案を書き、陽明学者の安岡正弘が筆を入れた。そして8月14日の閣議で修正に修正が重ねられた。清書をやり直す時間はもはやなかった。原本は紙の表面を薄く削って上から書き直し、足りない軸は張り紙で補われた。御字の陰影は本文の字に重なったまま押されている。国立公文書館に残るその原本があの夜の切迫をそのまま伝えている。一語をめぐるこんな逸話もある。安岡正弘は自運の赴くところという言葉を義命の損するところと書き直した。時の流れに従うのではなく、道義と使命に従うのだと。だが閣議は義命という言葉は辞書にない、わかりにくいとして自運に戻してしまった。安岡は生涯この変更を憤り続けたと伝えられる。公布は8月14日午後11時、日本史上最も重い一晩で書き上げられた文章である。昭和20年8月15日、正午の時報の後、アナウンサーの和田信方がマイクの前に立った。ただいまより重大なる放送があります。全国聴取者の皆様、ご起立を願います。情報局総裁の言葉と君が代に続いてあの4分半が流れた。この時のことを当局の記録はこう伝えている。大阪では国民のおよそ7割がこの放送を本土決戦を呼びかける放送だと思って待っていた。つまり多くの人は負けを告げる放送だとは思ってもいなかったのである。そこに難解な漢文と雑音。放送の後、和田アナウンサーが平易な言葉で内容を伝え直した。多くの国民が戦争の終わりを理解したのはこの解説の瞬間だった。その時の反応は一つではない。泣き崩れた人がいた。呆然と立ち尽くした人がいた。そして安堵した人もいた。米軍が戦後に行った調査では、およそ2割の人が戦争が終わった安堵を率直に語っている。安堵の声は特に妻たちに強かったという。夫が息子が帰ってくるからである。皇居前の広場では土下座して泣く人々の姿を新聞社が写真に収めた。今写っているのがその写真である。悲しみ、衝撃、安堵、そして虚脱。3年8ヶ月の戦争の終わりは一人一人違う顔をしていたのである。だがこの放送で全てが終わったわけではない。放送のその日の夕方、九州の大分基地から11機の爆撃機が飛び立った。第5航空艦隊司令長官宇垣まとめ中将の命令なき特攻である。宇垣は玉音放送を聞いた後、自ら爆撃機に乗り込み、部下22人と共に沖縄へ向かって帰らなかった。樺太では8月15日を過ぎてもソ連軍の侵攻が続き、8月20日、真岡郵便電信局の電話交換地の少女たちがその職場で命を絶った。千島列島のシュムシ島では8月18日にソ連軍が上陸し戦闘が起きている。8月15日は戦争が終わった日である。だが全ての戦いが終わった日ではなかった。この放送の後も続いた戦いは終戦後の空戦の動画で詳しく語っている。合わせて見ていただきたい。終戦の詔書の原本は今も東京の国立公文書館にあり、あの削り跡も張り紙の跡も今は誰でも見ることができる。81年前の正午、
この声を聞いた人々は、この声とともに焼け跡から立ち上がった。11年後の1956年、もはや戦後ではないと経済白書が記し、19年後の1964年、東京オリンピックが開かれ、新幹線が走った。23年後の1968年、日本の経済規模はアメリカに次ぐ世界第2位となり、1987年には国民一人当たりの GDP でそのアメリカさえ追い抜いた。焼け野原からわずか1世帯である日本の子孫のために始まったと詔書が語ったあの戦争、戦火では果たせなかったその存続と繁栄を、この国は耐え難きを耐えた戦後の歩みで果たしたのである。ある意味で私たち日本人はあの戦争に勝利したのかもしれない。その出発点にこの4分半の放送があった。戦争で死んだ約310万の人々と、耐え難きを耐えて生きた人々の上に今の日本がある。私たちはそのことを忘れてはいけない。ここまでご覧いただきありがとうございました。この動画が心に残ったら高評価とチャンネル登録で応援よろしくお願いします。最後にもう一度玉音放送を流します。新深く世界の体制と帝国の現状とに鑑み、以上の措置をもって自局を収集せんと欲し、ここに終了なる汝臣民に次ぐ秦は帝国政府をして米英四蘇四国に対し、その共同宣言を受諾する旨通告せしめたり、そもそも帝国市民の公寧を図り、万邦共栄の楽しみを共にするは、構想の違反にして、秦の権限を語るところ、先に米英二国に宣戦せるゆえんもまた、実に帝国の自尊と東亜の安定とを主揮するにで、他国の主権を排し、平等を犯すがごときは、もとより秦が志にあらず、しかるに、公選戦記載をけみし、秦が一回将兵の優先、秦が百両有志の冷静、秦が一億収書の方向、おのおの最善を尽くせるに変わらず、戦局必ずしも好転せず、世界の体制また、我にであらず、しかのみならず、敵は新たに残虐なる爆弾を使用して、しきれに向こうを殺傷し、残害の及ぶところ、真にかかるべからざるに至る。しかも、なお、交戦を継続せんか、ついに我が民族の滅亡を将来するのみならず、ひいて人類の文明をも破却すべし、核の軍馬、秦何をもってか、屋上の石種を欲し、構想の神殿車線や、これ、秦が帝国政府をして、共同宣言に大勢進めるに至れるゆえんなり、秦は帝国とともに、終始東亜の解放に協力せる諸名法に対し、願の要表せざるを得ず、帝国市民にして先人に死し、職域に順次、悲鳴に倒れたる者及び、その貴族に思いをいたせば、来ないために咲く、かつ、戦勝を追い、災禍を被り、家業を失いたる者、法制に至りては勤の深く信念するところなり、もうに今後帝国の置くべき苦難はもとより尋常にあらず、汝臣民の中将も秦よくこれを知る。しかれとも秦は自分の赴くところ、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、もって万世のために大計を開かんと欲す。秦はここに国体を保持し得て、重要なる汝臣民の
適正に審議し、常に汝信民と共にあり、もし、それ、上納撃するところ、乱りに時短を刺激し、あるいは同法廃棄、互いに義力を乱り、ために、大道を誤り、真理を世界に失うがごときは、真、最もこれを戒しむ。よろしく。挙国一家、子孫、愛たえ。固く真宗の不滅を信じ、に重くして道東京を思い、総力を将来の建設に傾け、道義を厚くし、思想を固くし、誓って国体の成果を発揚し、世界の信用に遅れざらんことを基礎べし、汝信民、それ、よく君がよう大せよ。